こんにちは。夜になると美しく化ける愛車にドキッとすることがありますね。さて、今回の動画は、昨年にもやらせていただきました、年末スペシャル企画、メルセデス 190E を語るです。四半世紀にわたり乗り続けている、このメルセデス 190E ですが、今年16万キロを突破しました。この1年間も色々なトラブルがこの車には発生して、なかなかに大変な勇者カーライフを送っています。クーラーはガス漏れによりガスをチャージしても2日も持たなくなり、全くダメになりましたので、扇風機を取り付けて、猛暑をなんとか乗り越えました。190E もついに31歳になってしまって、190E を購入した時には、それから四半世紀も乗り続けるとは思っていませんでした。購入する時には、大変な意気込みで、名車を購入したつもりで、長く乗るつもりはありましたが、やはり故障は多い車だと言われていたので、毎日使う通勤車としての信頼性が保てなくなったら乗り換えなければならないだろうとも思っていました。それが何年になるかは決めてはいませんでしたが、せいぜい製造から15年くらいかなと漠然とした感覚はありました。それから、あっという間に私も車も年を取って、今の走行距離は16万キロ走行使用したことになります。確かに評判通りにあちこち壊れたものの、むちゃくちゃ高額な修理費用がかかったこともなく、割と短期間で修理できて、預けなければならない時には台車も出してもらえた幸運も重なり、何とか今日まで乗り続けることができています。これまでの修理費用は、総額約360万円ほどです。積もり積もるとやはり結構お金を使っていますね。車は120万円ほどで購入したので、この 190E にかかってきたコストは、トヨタカローラの新車を10年ごとに乗り換えるのと同程度のコストでしょうね。たびたび発生する修理の手間暇や、煩わしさを考えると、カローラにしておいた方が安心、快適なカーライフだったことに疑いの余地はありません。しかし、190E と向き合えって経験し習得した修理技術や色々な人との出会いはプライスレスで、またとない経験ができたカーライフでしたので、後悔はあまりしていません。現在のところは、非常にエンジンの調子は良く、アイドリングも安定しており、パワーもよく出ています。しかし、つい最近になって、オートマチックトランスミッションの2速から3速へのシフトアップタイミングが遅くなってきました。これまでは2000回転くらいで2速から3速へシフトアップしていました。それが2500回転になり、徐々に悪くなっていって3000回転になるまでシフトアップしなくなってきました。朝、車を出して10分間くらいの間に出やすい症状です。その後は、正常にシフトアップしますが、稀にこの状態になることもあります。3速から4速へのシフトアップは常に正常に2000回転で行われています。2速から3速に3000回転でシフトアップするときには、すぐに3速から4速にシフトアップしていきます。このメルセデスは16万キロ走行していますが、トランスミッションオイルを6万キロと10万キロ走行時に2回交換したことがあるだけで、オーバーホールは一度もやっていません。そろそろトランスミッションオイルの交換時期ですが、純正オイルが供給終了になり手に入らなくなり、交換できなくなりました。純正オイル以外は絶対に避けた方が良いという専門家の意見が多いトランスミッションのため、調子が良くない今の状態で、純正オイル以外を入れるのを躊躇しています。この2速から3速へのシフトアップ以上は、ネット上を調べてみると、いくつかのレポートが見つかりました。トランスミッション内部のプラスチック部品の破損や、エンジンガバナーの動作不良が原因として考えられるようでした。やはり、オーバーホールできるレベルの工場に修理に出さないと難しいトラブルのようです。通常のオーバーホール費用3000から4000ドルだけであれば、やりたいと思いますが、このメルセデスがある場所の付近には、対応できるトランスミッション工場はなく、車を1500ドルほどかけて、フェリーで送らなければなりません。そこまで費用をかけるかは悩ましいところですし、
もし修理後に不具合が出た場合に再修理を受けるためには、再び送料がかかってしまいます。自分でやるのは、完全に内部にあるチェックバルブは難しすぎますが、外から挿入されているエンジンガバナーの点検や交換はできるかもしれないと思って、久しぶりに車体の下に潜って、エンジンガバナーの場所を見てみることにしました。エンジンガバナーは、バキュームモジュレーターバルブの隣にあり、作業するための隙間はほとんどなくて、トランスミッションを下さないと点検は不可能でした。エンジンのインテークマニホールドの不圧を利用して動作するバキュームモジュレーターバルブの配管を点検します。これの故障により、シフトアップタイミング異常が起きるというレポートもありました。バキュームモジュレーターのエアパイプ配管は、わずかに刺さっているだけで、触ると接続ゴムホースがバラバラに崩れて、エアパイプは簡単に外れてしまいました。ここを直せば、きっとシフトアップタイミング異常は治るに違いないと思い、原因を見つけられたことを喜びました。はじめは、接続ゴムホースの残ってる部分に、エアパイプを挿入すれば良いかなと軽く考えました。しかし、接続ゴムホースは全体的に劣化していて、エアパイプを固定できません。バキュームモジュレーターバルブの部品ごと交換しなくてはならないのか、接触ゴムホースだけ交換できる構造なのかを調べました。バキュームモジュレーターバルブの部品形状から、接続ゴムホースはバルブ側の突起に挿入されている構造であることが確認できたので、古い接続ゴムホースを取り除いて、新しい接続ゴムホースを取り付けて、エアーパイプを配管しました。バキュームモジュレーターバルブ側の取り付けは直視できないために、ミラーで確認しました。エアーパイプの復旧は、うまくいきました。念のために、インテークマニホールド側の接続もきちんと挿入されているかを確認しておきます。バキュームモジュレーターバルブの配管を作業するときには、シフトポジションスイッチのコネクターとスピードメーターケーブルの固定部品を外して、スペースを確保しました。今触っているのが、スピードメーターケーブルです。エンジンルーム側のオイルフィルターの下あたりに、バキュームモジュレーターバルブのエアーパイプは繋がっていました。この先を見るためには、エアークリーナーボックスを外す必要がありました。エアークリーナーボックスを外して、パイプの先を辿っていくと、インテークマニホールドの上に繋がっていました。特に接続ゴムホースの破れはなく、しっかりと配管されていました。これでシフトアップタイミング異常は治ると期待に胸が膨らみます。このように完璧に治りました。と、報告したかったのですが、実は治りませんでした。この映像は、10分くらい走った後で、正常にシフトアップしています。バキュームモジュレーターバルブのエアーパイプ配管を復旧した後は、それまでよりも100から200回転低い回転数で3速、4速へのシフトチェンジするようになった変化はありました。しかし、完全に冷えた状態だと、2500から3000回転になるまで3速にシフトチェンジしない症状は改善しなかったです。治っていなくて、本当にがっかりしました。やはり、トランスミッションオーバーホールが必要なのかもしれません。このメルセデスは、クーラーも、ヒーターも壊れていて、もし、ミッションをオーバーホールするために専門家に多額の送料をかけて送るならば、つい
出にそれもやってもらいたいと思います。そうなると百数十万円、1万ドル近く費用がかかるはずです。そろそろ諦める時期のような気もしますが、1万ドルで他に欲しい車もないような気もしたりして悩んでいます。今回の動画はそろそろ終わりです。いつまで乗れるか、かなり怪しくなってきましたが、これからもよろしくお願いします。